皆さんこんにちは。ドイツは木々の緑が美しい季節を迎えています。いかがお過ごしでしょうか。今日は作り置き3品シリーズ第2弾です。お品書きはリンゴジャム、大根とひき肉のトロトロ煮、セロリのバター醤油です。皆さんの参考になれば嬉しいです。それではスタートです。リンゴはよく洗って芯を取り、一口大にカットします。皮ごと使います。ジャムにするときは有機食材を選びます。リンゴは4つ使います。砂糖を加えて、よくレシピ集に果物の重量の何%とか載ってるんですけど、あれ本当に測る人いるんでしょうか。ズボラな私はそれだけでやる気が半減しちゃうんです。これって私だけでしょうかね。皆さんはどうですか？ドイツにはジェリーエンツッカーっていうゼラチン入りのお砂糖が売っています。ジャムはそれを入れて煮るのが定番なんですけれども、我が家はこれが苦手で、ジャムはサラッとタイプが好みです。ゼラチンの匂いも残念なポイント。ジャムは果物の香りも楽しみたいですよね。リンゴジャムに必ず入れるのがこれ、シナモンです。私はリンゴだけのシンプルなのが好きなんですけれども、主人がシナモン好きなのでいつも入れてます。健康のためにお砂糖は少なめ、その代わり蜂蜜を追加します。軽く混ぜます。レモンは半個分の汁を加えます。下から3センチくらい水を入れて加熱します。火加減は強めの中火です。もう少し酸味を足そうかな。蓋をして5分ぐらい煮ます。沸騰したら蓋を取って弱火にします。水分が少なくなったら火を止めてしばらく冷まします。その後はミキサーにかけて滑らかにします。そしてお鍋に戻して再度煮詰めます。ここからは油断すると焦げるので気をつけます。時々かき混ぜながら。リンゴジャムはね、結構苦い経験があります。隣で練習しながら煮てて、練習に熱中しすぎて忘れちゃって、お鍋にこぎりついた焼きリンゴみたいなのが出来上がっちゃいました。熱湯消毒した瓶に入れて、こうして空気を抜いておけば、開封しない限り常温で数ヶ月は大丈夫です。大根は適当な厚みの輪切りにして皮を剥きます。我が家ではほとんどの野菜は皮ごと使うんですけれども、大根の皮は別途に使い道があるので、わざと厚めに剥きます。輪切りにした大根を4分の1にカット。昆布で出汁を取った煮汁に入れます。調味料は塩と砂糖、そしていただき物の味付きだしの素。うどんのつゆとかがこれ1本でできちゃうっていう優れものです。日本には便利なものがありますね。解凍した冷凍の
豚ひき肉を入れます。これはみじん切りにした生姜です。いつも1回分ずつ小分けにして冷凍してます。お醤油を足して、やっぱり調味料は目分量の私です。ひき肉が塊にならないように崩しておきます。火を中火に落として蓋をして煮込みます。大根が煮えるまで先ほど剥いた皮をマリネにしちゃいます。ドイツではとても残念なことに大根の葉っぱがついて売られていることがありません。美味しいのにね。ほんのちょっとだけついてる葉っぱらしいものは刻んでお味噌汁に入れます。物価高騰の激しいドイツ、食材はなるべく無駄なく使いたいです。大根の皮は常備している3倍酢につけます。細かく刻んでポリポリ食感の美味しい漬物になります。味がね薄くなっていたらお酢を足すんですけれども、今日は OK。 ちょっとした箸休めになります。こちらはいい感じに煮えてきました。ネギを散らして最後に水溶き片栗粉を回しかけます。我が家ではねネギも一気に刻んで冷凍してます。とにかく料理は最短で、そして美味しいものが食べたい。完成です。その都度レンチンして温めて 3,4 日はね大丈夫です。片栗粉が熱を閉じ込めるので体が温まりますよ。セロリはいろいろな料理に使えます。ヨーロッパでの定番ポタージュスープの他に、我が家ではきんぴらとかソテー、そして天ぷらなどでも食べます。皮が厚いので手を切らないように慎重にします。一応学科なので手は大事にしてます。10分ほど冷水につけてアクを抜きます。水を切ったセロリをフライパンで炒めていきます。完全に火が通らなくても焦げ目がつけば OK です。セロリのいい香りが漂います。セロリは日本ではあまり馴染みのない野菜ですよね。セロリの香りは普通の茎セロリよりもマイルドでほんのり甘いのが特徴です。セロリの風味がするさつまいもみたいな感じかな。セロリが色づいたらお湯を注ぎます。きんぴらの時は少し食感が残る方がベターですが、今日はほっこり柔らかく仕上げたい。味付けは和風だしと醤油、お砂糖も少々。OK です。調味料は目分量でも必ず自分の舌で確かめます。蓋をして5分ほど煮込みます。こんな風にセロリがいい色になったら出来上がりです。仕上げにバターを加えます。
1かけ。バターは多めの方が香りがいいです。バターが溶けたら火を止めます。保存容器に移して、最後にかけるのはこれ、アオサです。ドイツに住む私たちには宝物。日本で買ってきました。ヨーロッパと日本の味のコラボ完成です。今回の3つの作り置きどうだった？リンゴジャム好き。他には？美味しかった。だからもっと他になんかないの？すごく美味しかった。だそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしかったらグッドボタン、チャンネル登録していただければ嬉しいです。作り置きシリーズ第3回は今からの季節に嬉しいレモネード、ブロッコリーのピリ辛、ひよこ豆の簡単煮です。ぜひまたお会いしましょう。